感情線っていうのはその人の考え方とか、右と左手が違う方っていうのは、ギャップがすごく強い方で、演技とかもすごい向いてます。演技、じゃあ女優だ、やっぱり女優ならなきゃ。あと声優さん向いてますよ。そうなんですか。私顔出ないでやってて。両方。いいわね、声優もね。生意気だよね、71歳になって女優になろうとかね。すごいです。今日はね、千里眼っていうところで手相とか三名学とかやってる滝沢先生に、こんないっぱいお部屋があるの、いろんな先生がいて、ほら今日は滝沢先生、こちら生まれた日とか星とかいろいろ滝沢先生です。はい、本日見ていただきます。お顔ちょっと伺って写真見たんですね。まず先に手を見たいんですけど、私が勝手にこんな感じなんです。顔見てわかるんですね。いや、なんとなくです。これは当たるか外れかは。両手軽く出していただいていいですか。はい。意外に慎重派でした。そうですか。手相ってどこ見ていいかわからないと思うんですけど、生命線、頭脳線、感情線っていうこの三大線があって、この3つのバランスを見ますと、ここありますよね。この長さっていうのが結構普通の方ってこういう手なんですね。で、これよりもやや慎重派の手になって、頭脳線こうしてるんですね。これすごく特徴があって、頭脳線ってまっすぐか下に行くかで分かれるので、大きく分けた時に真ん中割った時に下に向かってますよね。結構な急カーブで、これはものすごい芸術家肌が強いから、おそらくもともと理系の手なんですよ。算数ダメだけどから答えが出るものを好むと、もともとは一つに従うというかで、ここからこの辺って多分すごい絶賛成長中なんですね。今わあ、じゃあどんどん芸術家になるんだ。芸術家の丘があります。月丘。どこですか。ここがで、結構ここにこの線とかも結構来てますよね。だからこういう方っていうのはひらめきとか感覚とかで仕事なさったり生活なさるのがあってて、きちっとというよりかは、起きて調子が良かったらじゃあこんだけやろう、こういうことしようみたいな感じだったり、お仕事とかも創造性とか創作とか企画とかそういうものにするますね。この辺私ね、今女優に今年からなろうと思って頑張り始めたんですよ。そういうのに向いてる。自分でプロデュースなさるのもいいです。だから衣装はね、全部そう、私自分で染めて作って全部やってるんです。そうなんですね。これ全部自前です。すごくいいです。梅線はどれですか。これです。薄くない、大丈夫で。右手、利き手ですか。左手です。そしたら利き手を現在と未来としてみます。こっち潜在的なものというか、もともと持ってるものだから、こちらは努力で掴んだものです。運命線はね、竹って言って生まれた場所の外から上がってるんですよ。で、こういう方って生まれた場所じゃない場所から運気によって上がってる方なので、35前後ぐらいからものすごい濃くなってきてるんですよ。で、ぐわーって上がって35ぐらいで、ここからここ55ぐらいで、55あたりからなおこう加速して線2つ見えるんです。こっちはでもものすごい綺麗に上がってますね。一本ピカッと生命線からもバーって上がってきてて、これものすごい努力なさって自分で掴み取ってる線なんで、その線が太陽の線って言って、ここの下に出る線って人気線なんですね。だから人気商売する人ってここに線あるとプラスになることしかなくて。そうなんですか。嬉しい。この人気が自分の努力で勝ち取ったものです。なんでかっていうと、生命線から上がってるんですよ。自分のアスリートとかもそうなんですけど、もう自分の体一つじゃない。だからこう親の援護とか、その家計のそういうものとかを受けずに、自分の力一つ腕一つで上がってきてる線なんで、これはものすごく頑張り屋さんの線です。で、
もう一個ね、ここに財の線っていうのが出てくる。ただ、この線を見ると、ものすごいでかいんですよ。だから今貯めるっていう時ではない。こっち見ても割と思い切りのいい使い方する方なんですよ。線見ると。だから貯めるぞっていうよりかは、何かのために貯めてドカンみたいな感じの人で、4、5本ちょっとパッて見えるんですよ。財の線が。そうだからこれね、川の流れのようにって言って、出たり入ったり出たり入ったりっていう線なんですけど、ただここにある線っていうのがガッて伸びて、この線ピッていうのが七山の星です。まだ伸びてないってことですよね。成長してるとこです。これが今ここまで来てるんで、ここもうちょっと超えてここまで来た時っていうのは、その仕事でうまくいく時だと思ってください。サインみたいな感じ。海外の線っていうのがこうポンポンポンって出てるのと、外に出てる線あったじゃないですか。その外に張り出してる線っていうのが、生まれた場所の外に傾向があって、この外に出てる線が多い人っていうのは、海外のものを例えば扱うとか、日本だけにこだわらず、海外とのパイプで何かなさるといいと思います。女優とかも例えば向こうで何かなさるとかもあってます。これ出てる人って英語できるできないかっこいいことを伸び伸びできちゃう人。インスタグラムで最近ガードの人とかいろいろ言ってくださる。いいと思う。ものすごい美しいですよ。美しい。無駄がない手してます。パッて見た時にガシャ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 っていう手の方って多いんですよ。心配性だったりとか、取り越し苦労の人が多いんですけど、ご自分の手ってもう今私が見てきた中で40代ぐらいの手です。だから多分まあいっかって言って寝ちゃう人だと思うんですよ。そうそう、まあいいかは口癖です。知らんけどとまあいいかが口癖。それすごくいいです。辛い時ほどそれを使ってください。わかりました。元気な時って何でもまあいっかっていけるんですけど、本当に辛くなった時ってそうは言ってもなかなかそうなれないんじゃないですか。そうですね。でもそういう時は美味しいものを食べて、まあいっかって言ってゆっくり寝てください。わかりました。それがもう結構の長女の層なんですよ。ただこれ手相って変わるんですね。だから変わるから、今長女の層とかで無茶したら、やっぱり無茶した分はきます。だからせり出しがぐわってなってるじゃないですか。ものすごい馬力が、生命線って長さじゃなくて、長さ短い人とかでもいっぱいアスリートの人だから、これはものすごいいい線ですよ。この線がすごく伸びてるのってこっちの方がぐわって伸びてる。もともとの顔っていうのは割とクールなんですよ。で、リアリストって言って、現実志向な方なんですけど、こっち見るとものすごい動いてるんです。だから自分の理想に向かって頑張る元気と、これやりたいってなったら、もうひらめいた時に動いちゃうみたいな。動いてるんですよ。女優になろうと思って今年から。すごくいいです。これがじゃあ女優の線ですね。あ、そうですか。大切にしなきゃ。いいことしかなくて、気をつけてくださいねってとこがないんです。普通こういうちょっと身長型の人だとセットで出てきて心配な線があるんですけど、ないんですよ。手相って相術なんで変わります。相術って占いは名木相術って言って3種類あるんで、生年月日、生まれた日で、これはおみくじだとその時引いたもので決める。で、相術っていうのは変えることができる、変わるって仮想とか。じゃあその時の自分のこうやろうとか言ってたら、こっちも頑張ろうってなるんだ。どんどん伸びてきた。これ濃く美しく上がってるから、これ今自分がやる気のバロメーターとしてものすごい強いんですよ。これがやる気バロメーターだ。女優になるぞって思ってるからだ。ただ急に恋愛して恋愛体質になって、例えば主婦になるとかお家に入りますとか仕事辞めるってなったら薄くなったり消えたりするんですよ。なるほど、これ大事ね。そうですそうです、ここちょっとポイントですね。じゃあバロメーターになるんだ。電池がいっぱいあったら赤くなってて、なくなったら青になるとか、そんな感じだ。これバロメーター、やる気バロメーター、これなくしちゃいかんわ。頑張ろう。これね、斜面取っておくといいですよ。今の濃さ、この辺が薄くなったとか、この辺が濃くなったとか、あと増えたり減ったりするんですよ。で、早い人で3ヶ月ぐらいで変わります。そうなんですか。だからそうやって見た時に、この線
もともとの方が濃いんですよ。あ今ええこっち出てるじゃないですか。その線は何でしたっけ？人気線。あ、人気線。うんじゃあもともとの方が人気がある。もともと人気者で、うん今はうん模索してるところも、あ、そうなんだ。これねもうポンって自分が動けば支えてくれる人とか応援してくれる人がいっぱいいるのに、今まだちょっと猫かぶってる、自分をもっと前面にバンって出した方がものすごい生き生きしてくる。これは人気線で、こっちがやる気バロメーター線だって。でこれが財の線です。これが財だって。でですね、3つもしうん1、2、3ってもしこれができたらなかなかいないです。億万長者の層って言われる線であ、す。ちっとは見える。そうでちっとも見えないんですよ通常。あ、そうなんだ。だからこれが3つ、1、2、あ、じゃあ今増やすのって手相やってんそうです。ゴキ出てやるぞとか。そうだって。三期線。三期線。億万長者の層って言われてるんですよ。お金にもなさそうだけど、まあいいや。あ、そんなこと言っちゃダメ。お金にね、縁がない生き方をするから入ってくるんだと思います。例えばせしめて貯めたりっていうタイプじゃないんですよ。人のために使ったり、自分が本当に好きなものを追求した結果、人がついてきたり財がついてくるっていう感じですね。三期線。生年月日で出してきました。それちょっとパッと言いますね。2歳から21歳までっていうのがものすごい動乱の期でした。動乱ね。で22歳からっていうのは割ともうその波をが終わって穏やかなんですけど、52歳から61歳ってとこと、62歳から71歳と、62歳から第二の人生になる。あ、大事の人生になった。63歳から YouTube 始めて。あ、そうなんです。そう。価値観とか生き方とかガラッと変わったと思います。それすごくいいことで、でここから今のタイプは見てみた時に、まだまだね10歳ぐらいで92からものすごいいいです。あ、じゃあ元気で頑張んなきゃ。だから生涯現役でいきます。そのためにいい運気って、この日に生まれた方みんなそのいい運気って一緒なんですよ、運勢も。で運気取れるか取れないかって日頃の生き方で決まるんですよ。だからその日頃の生き方として向いてる生き方っていうのはまず、今お一人ですか？夫も子供もいるんですけど、住んでるのは一人です。話すとか教えるとかってものすごい出てくる。あ、そうなんですか。アナウンサーみたいなものとかもすごくこの前ね、お話し会を一回しました。それすごくいいです。そういうのしようじゃん。話し合いとかすごくいいです。頼まれなきゃダメだけど。あと一時だし、そういう感じかなと思って。それね、ご自分のこれだったのを極めたらここの存在になるじゃないですか。その位置までもう行ってらっしゃると思うんですけど、そこを今よりもっと行ってみてください。ものすごい女優になるのどうしたらいや、本気なんですよ。今年いいですね。今年変身するのにすごくいい時なんです。女優って変身じゃないですか。そうですね。すごくちょっと何か応募なさってみてください。はい、応募します。実は1個応募してみたんです。いっぱいですね。じゃあ探してみよう。はい。じゃあいっぱい探してみよう。今年、来年はもうイケイケでいってください。イケイケでいきます。よし。よっしゃ。動いていっぱい頑張ってから、その反対は2030年に来ます。その前にも来ると思うんですけど、ここね、ものすごい動き時です。はい、動き時。だからここで思いっきり動くために、今は頑張って基礎体力をつけるとかしてください。75くらいか。よし、頑張ろう。うわ、これよし。ありがとうございました。嬉しい。じゃあ女優のために頑張ろう。71歳にして。よかった。よ
よし今日から人生変わるすごい今日は日だったら先生で滝沢先生ですありがとうございました。よし今日から頑張ります。よしありがとうございます。